いや、こう。いや、こっちもいい。こんにちは、はみ肉チャンネルです。今回は下北半島の旅2回目、恐山の温泉を目指して下北半島の内陸部へ向かっていきます。四谷崎灯台の絶景を見てた後はオホーツク海沿いを西に進みますが、またここもずっと何もない道が永遠と続きます。国道279号線に出たら北西へ進んでいくと茶色と黄土色のチェック柄の建物が見えてきます。開業は平成元年の宿泊可能な複合温泉施設、大きなパンダが目印です。パンダがシュールだよな。塩化物強塩泉の湯がたっぷり2つの内湯に注がれ、一方は厚め、もう一方はぬるめの適温。温泉成分の濃度は青森県内でもトップクラスの 32.33g/kg。しょっぱく苦みがあり重厚感のあるお湯を贅沢に使えます。ドライブインのようなパチンコ屋のような外観ですが、実際には食事や宿泊も可能。応接セットがあったりカラオケがあったり、結構楽しそうな施設ですね。道路沿いの大きなパンダが気になって行ってみると、いや、ここは待合室だったんだ。なるほど。バスの待合室だったんですね。雪国では絶対必要でしょう。さらに西に移動して大畑町になんともレトロな外観の銭湯を見つけ立ち寄ってみましたが、ちょっと早すぎたようです。でも空いてるので中に入って聞くだけ聞いてみよう。あ、すいません。返事はありませんね。銭湯としては本州最北端ではないでしょうか。元気なおばあさんを中心に地域のコミュニティ的場所になっており、賑やかな場所だとか。すいません。やってないな。まだやってないな。すぐ近くにもう一軒銭湯を発見しましたが、こちらは扉も閉まっており、現在営業されているかどうかも分かりませんでした。2021年には営業されてたようなんですが、今日はお盆で休みだな。残念でした。お盆でお休みですね。残念。こういう銭湯が長く存続するといいですね。今日だけ休みなんだ。ここから県道4号線で内陸に入ってきます。恐山のある方向です。途中廃校を利用した地域の集会場があったり、素敵なひなびた神社があったりで、なかなか進みません。神社。西暦1615年、大阪夏の陣に敗れ落ち延びてきた豊臣方の武将が発見した野源温泉郷。温泉の湧き出る場所が漢方薬を吸い潰す器具野源台によく似ていたことから、野源温泉郷と名付けられたと言われています。大畑町から10キロ程度、結構寂しい道を行ったところに野源温泉の看板があります。やはりちょっと寂れた感じの温泉旅館が2軒、いい感じです。良さそうだな。行ってくれば。野源温泉の日帰り施設、以前は旅館でしたが今は日帰り専門。青森ひまの浴槽が気持ちよさそう。厚めの湯は単純泉で湯量は豊富だそうです。1台しかないから。ちょっと警官がいってらっしゃい。我々には嬉しいペットと泊まれる宿、2食付きで1人1万円程度の料金も嬉しいですね。ケージに入れておく必要もなく、ペットがのびのび過ごせます。あまりないですよね。ありがたいです。
ここに宿泊する計画を立てればよかったと後悔しました。口コミでは宿の方の対応もものすごくいいとか。森の巨人たちとか野源温泉をブラブラしていると奥野源温泉の看板が。なんか食べるとこあるかな。ここから 2km ほど奥にまだ温泉があるようです。しばらく山道を走っていると集景公園奥野源温泉レストハウスという新しめの施設が現れました。休憩所か何かかなと思って駐車場に入っていくと足湯施設があり、その向こうの川沿いに露天風呂施設の一部が。お風呂入ろうかな。ね、なんか良さそうと感じ、レストハウスの中に入ってみると夫婦合羽の湯という露天風呂が。早速お風呂いただきます。すごい。まさか川の前の風呂？すごい。全然期待してなかったのでびっくりしてます。嘘みたい。マジこれ。大畑川に面した露天風呂からは川のせせらぎと山の木々の様子が眺められ、湯に浸かればそれらに溶け込んでいくような感覚に襲われます。奥野源は昭和初期の頃は湯の又と言われ保養所として賑わっていました。昭和11年10月に秩父宮妃殿下が新人鉄道でおいでになって泊まられ気に入られたという話も残っているようです。湯巡りの旅っていいですよね。こういう温泉に出会える時が最高です。生徒が美味しい昼食をいただき、食ったぞ。マークのあ、そうですそうです。元祖カッパこの近くの元祖カッパの湯と遊歩道について詳しく教えていただきました。と右手の奥の方に入っていくと。っても親切に教えてくださいました。ありがとうございました。今女性の時間なので、誰もいないことを確認してから。ああ、なるほど。あ、それがこれなんだ。そうです私、そこ。今から1104年の昔、円仁寺覚大師が恐山を開山した後にこの付近を訪れ、女性。崖から足を踏み外し大怪我をしていましたが、一匹のカッパがこの湯に大志をつけて助けたという言い伝えの湯。思ったより大きな駐車場の奥に行くと階段が、ここを降りていくと木のいい匂いがした。おお、すごい。川沿いにキラキラ輝く露天風呂が現れました。川が。泉質は弱アルカリ性単純泉で胃腸病、皮膚病、婦人病などに効能があるとされています。うわー、すごい。時間ごとに男女入れ替え制となっていて、利用期間は4月初旬から11月初旬、冬季は閉鎖されます。また自然環境保護のため石鹸やシャンプーの利用は禁止されています。そしてこちらは無料。ここのお湯も良かったです。奥野源温泉郷、いいところですね。吊り橋ってほど吊り橋でもないか。教えていただいた散策コースへあ、でも吊り橋だな。水道に行きたかったので吊り橋から近道します。いや、結構だな。乙女橋。
つものように一気に渡ります。妻は余裕で渡ってきますね。意外と怖い。これさ、ほら電車の道なんだよね。廃線っていうの、なかなかないよな。野源をはじめ下北の各地で生産されたヒッパ材は江戸時代から明治時代には船で、大正時代以降は鉄道で全国各地へ運ばれました。野源エリアではかつて木材の運搬に運ばれた鉄道の軌道や手彫りの隧道を見ることができます。結構遠いね。うえ松川京さんの日。あ知ってる？あ、知らない。本心だからああじゃないわ。いや、お墓じゃないんだなと思ってさ。熊よけの歌、今回も鈴を忘れました。歌が古いですね。遊歩道は野源橋から奥野源温泉までの約 4km で約1時間の散策を楽しむことができます。いや、これは通れないだろう。いや、これは通れないだろう。ちょっとね、そこまで入って。嫌だ。その嫌だ。1メーターぐらいまで。嫌だ。本当に。本当に。わって言わないでよ。言わない。本当にだよ。置き去りにしましょう。とりあえず私も入ってみました。いやいや、真っ暗。隧道は約 100m、くの字に曲がっているので先が見えなそう。懐中電灯が必要でした。野源温泉、思った以上に楽しめました。さあ、いよいよ恐山に向かっていきます。カッパの湯から恐山までは約 17km、車で30分弱の距離。恐山近くまで来ると恐山野党群と呼ばれる場所が右手に見えてきます。つわものはここで入浴するとか。恐山橋。いきなり三途の川です。硫黄の香りと色合い、そして川にかかる橋が特徴的で印象的。恐山では小豆川を三途の川に見立ててます。川の手前が人間界、対岸が霊界とされ、この橋は2つの世界を結ぶ橋とされています。恐山の太鼓橋は悪人には針の山に見えて渡ることができないという言い伝えもあります。三途の川を渡るのに必要なのが六文銭、真田の旗印で有名なあれです。橋の渡航にある2体の像は脱衣場と建礼王です。経典では亡者が三途の川まで来ると脱衣場が亡者の衣服を剥ぎ取り、これを建礼王が木の枝にかけて、そのしなり具合で生前の悪行の重さを測り、死後の行き先が決まると説かれています。三途の川の川べりは西の河原が広がっています。臼里山港を左に見ながら総門へと向かう道、青空と同じ色の湖が美しい。ここは本当に地獄と極楽が混在しているようです。恐山の総門に着くと左手に大きなお地蔵様が出迎えてくれます。地獄、餓鬼、畜生、修羅、人間、天上の6つの世界で大いなる自身によって人々を救う地蔵様。総門をくぐるとまっすぐに参道が地蔵蔵に向かって伸びています。参道左右の石灯籠は全部で43基。江戸時代末期に海運業関係などから寄進されました。恐山本堂の本尊は釈迦牟尼仏の化身とされ、航海する船舶の守護神、海運関係者に信仰されてました。左右に阿行雲行の仁王像が境内を守護し、廊上には宮崎駅墓前師の三号学を掲げています。
右手に木造の小屋。前回来た時はこれが温泉だとは気がつきませんでした。あ青森特産の雑木場作りの小屋で、適度に黒く古びたむき出しの木目が風情を醸し出しています。外観だけ見てもワクワクしますね。浴室内には2つの湯船があり、脱衣所から入って手前が小さめ、奥が広め。湯口は2つの浴槽の間にあり、同じ量のお湯がかけ流されています。温度が高めで強酸性なのにピリピリしない。恐山には4つの温泉場がありますので、他にも行ってみます。参道の左側へ。両方とも女湯。男女入れ替え制のフグ滝の湯もこの日は女性用でした。恐山の湯は源泉こそ違い大きな差はないと思えますが、ここの湯は透明度が高いようです。しかし強酸性であることには変わらないので、長湯は禁物。ここも木造で素敵な外観。宿坊に泊まって夜に入ったらさぞいいことでしょう。冷えの湯は常に女性専用。妻によると多少マイルドながら恐山らしい湯ということでした。参道付近の3つの温泉のほか、宿坊の裏に花染めの湯があり、こちらは混浴です。夜はちょっと怖そう。ここは他に比べぬるめ、人もあまり来ないのでゆっくり浸かれます。ご本尊に挨拶をしてから地獄巡りに向かいます。暑いね。地蔵殿の左から古くから地獄に見立てられた火山の噴石に覆われた岩場に入ります。ところどころに参拝者が草を結んで作った草の輪があります。賽の河原で子供を追いかける鬼が足を引っ掛けて転ばそうとするため、来世で再び我がことを結ばれるなどの思いが込められているそうです。参道沿いのところどころに建てられている風車は、亡くなった個人への供養としての花の代わり。亡くなった個人の遺品などが多く奉納されています。東日本大震災の犠牲となられた方々を供養するために建てられました。この向こう、西の彼方に極楽があります。あさって中に岩手に帰り着かないといけないので、今日中に南下しておこうと下北半島を南に走っています。ガンダム。上北郡奥入瀬町にある鈴木理容店、有名なガンダムがある理容店でした。もともと美術が好きで石膏像を趣味で作っていたご主人、客の勧めでガンダムを作成したら大反響。現在では理容店を引退し、カラオケスナックに変わっているようです。八戸まで南下してきました。この辺りに有名な朝市があることを思い出したので、そこで車中泊できないか見に行きます。
よ目的地は右側です。お疲れ様でした。線引いたりして。午後5時、車中泊らしき車も何台かいるようですが、問題はトイレが使えるかどうか。出店者用エリアは車中泊禁止なので距離はあるけど綺麗なトイレがありました。今日ここで車中泊、明日の朝4時ぐらいから始まる朝市を楽しみます。車中泊の車が何台もやってきます。適当に賑やかで騒がしくなく、目の前の港の景色を楽しみながら夕食をいただきました。近くのスーパーで買った刺身も美味しかった。そして安いのに美味しいワイン、アルパカ。港を出港していく船を見送ります。ここすごくいいとこでした。翌朝5時前、駐車場はすでに車でいっぱいです。モコも起きたようです。起きた。これね、巻き網だからイカサバ、もうそっかそっか。いいろいろだ。いろいろ車両整理のおじさんがいろいろと教えてくれました。この辺りの人は皆人懐っこいですね。ちっちゃいのと全部セットになってる。そうそうそう。すごいね。クロワッサン。食品が多いんですが、とにかくいろいろなものが売られてます。おにぎりの専門店。果物も格安。これも買ってきていいかな、プラム。大規模な朝市ながらその歴史は浅く、2004年3月21日に他地域の出店者が広い場所を求めてここで出店したのが始まり、八戸市内の従来の朝市が来場者増により手狭になったことと、新幹線の延長による観光資源の必要性から、県の管理地である立花岸壁を無料で使用できるようになる現在のように発展してきました。いかげそう。開始当時は70店舗程度だったようですが、現在ではその5倍の規模になり、メディアにもたびたび登場する有名な市となりました。残念ながら私はお腹の調子の悪くあまり食べられなかったが、妻は元気です。有名店も数多くあるようですが、有名じゃないお店の食べ物も美味しかったです。ここは超有名店ですね。すでに大行列。朝6時を過ぎると人が増えてきました。いらない。次回はお腹を整えてまた来ます。うわ、さっきより人が増えた気がする。せっかくなので近くの観光地にも寄ってきます。
帰る時は傘が必要なんだ。あ、登れないんだ。8時半からだ。そうだな。